いきますか。はい。皆さん、こんにちは。初めましての方は、初めまして。どうぞよろしくお願いしよろしくおます。願いします。今日は趣向を変えて、トークをしてみようということで、ゲスト出演をはい。して、各してくれてる、てっちゃんを招いて、トークしてみようということで、まず、自己紹介をしていただければいいかなと思っておりますね。皆さん、はじめまして、てっちゃんです。たびたび動画に登場させていただいております。オートバイはアプリリアの RSV4 に乗っています。あとは CBR を乗っています。よく動画ではアプリリアで参加させてもらってるんですけども、今日はお願いします。うちのチャンネル、吹けば飛ぶようなチャンネルなんですけど、ツーリング動画で参加してもらって、5本ぐらいの動画にちらちらっと出てもらって、トータルで約3000ぐらい、回数を稼いでくれている、若手のホープ。ありがとうございます。ありがとうございます。で今日のトーク内容なんですけど、素人同士、バイクについてえ語ってみようかなおと思ってます。大丈夫ですか？大丈夫です。以上、とりあえずオープニングでこれから始めたいと思いまお願いしす。ます。まずトーク内容なんですけど、素人同士話していく中で、なんか言い方間違えると強く突っ込まれそうなパターンのはい。ところに、行ってみようと思ってるんですけど、えっ、と、9ヶ月前、トリプル R、SC8 に納車したときに、合算元ブログさん、だいぶお待たせをいたしました。その電子制御の足回りについての、コメントをいただいていて、だいぶ待たせるかもしれませんがっていう話の中でコメントをさせていただいたのがあるんですけど、それを素人なりに、ここでお話をさせていただければいいかなと思っておりますが、なるほど。はい。大丈夫ですか？大丈夫です。多分合算でいいんだよね。だと思いますね。後々動画をアップするときにはメンションなり、チャンネルを、紹介するなりのコメントを書かせていただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。まず、バイク歴、素人ですが、約30年え、乗ってます。もうベテランです。ベテランです。で、ここで初めて喋るんですけど、聞かれないから言わないみたいなスタイルをそのまま貫いてはい。いるんですが、バイクは、今まで4台乗り換えてまして、一番初めがスズキのバンデット 400V ネイキッド。で、そこからもうずっとホンダで、NSR の、89の NSR250R だったかな。次が CBR1000WR うん。SC57。で、今回の、トリプル R、CBR1000RRR SC82。ホンダばっかり乗ってるイメージでしょうかね。で、今回のオーリンズの電子制御の足回りの体感イメージっていうのは SC82 が、初めてとなりまして、隣にいるてっちゃんは、同じ同様の電子制御のオーリンズの足回りが搭載された RSV4 1100ファクトリーとなりますので、実乗ってる人間、イメージがある人間が、素人同士で話していくということと、てっちゃんは素人では正直ないですよね。
ね。いや、まあまあ、いや、でもまあそうですね。一応まあ、後ろ、プロってわけでもないんですけど、いつもバイクに乗ることを細かく考えてはいます。いや、もう一個突っ込んで聞いちゃうと、はい。T-Nix のいや、まあそうですね。 N まトあロンを組んでたこともありました。でも日本の中でものすごく有名な足回りメーカーなんですよね。そうですね。そこのスタッフ。そうですね。部品、実際部品があるんですけど、そういったところから組み上げて。いやだから素人なりに話すにしても、やっぱそういう題材は有効的に。なるほど。いやー、そこぶっ込まれるかも。申し訳ないですけど、ちゃんとした社名はちょっと言いにくいので、僕のチャンネルぐらいだと、それを紹介してどうの後々のことを考えると、今ちょっとコンプライアンスを踏まえると、まああまり正しくないかなと思うので、なんとなく想像してください。T-Nix の N トロン。ですね。まあ有名だからわかると思うね。綺麗な色の。そうね。バネが。で、ぶっちゃけた話、後々足回りに関して、自分なりのイメージをそのまま言葉にしていこうと思うんですけど、電子制御のオーリンズの足回りってどうですか？僕はすっごくいい。単刀直入に楽しいです。サスペンションのセッティングっていうところに結構皆さん躊躇するところってよくあると思うんですけど、やっぱりそれって走って変えて工具を使う、ちょっと面倒くさいとか、あとはぐちゃぐちゃにしちゃったら分かんなくなっていじれないとかあるんですけど、電子制御のボタン一つだし、そのデフォルトの設定なんかも数字でちゃんと残ってたりするんで、戻すのも楽なんですよ。なるほど。なんかいろいろやってみてダメだったら戻しやすいっていうのがすごくなので、お手軽にいじれるっていうすごく。なるほど。じゃあ、トータルで補足入れますね。足回りの例えば任意で好きなようにいじれるようになってきたのが多分2000年初頭ぐらいだと思ってるんですよ。イメージで。で、純正の足回りで、ジャンピングとか、プリロードが好きな、ある程度の幅で好きなようにいじれるようになったのが、2000年、2004年、2005年あたりかなと思ってるんですけど、合ってます？自分なんかは昔、2007年式の GSX を乗ってる時期もあったんですけど、あの年式になってくると、そのサスペンションのセッティングがより細かく広くて、あれなんか目輝いてきましたあれなんか目が輝いてきましたよ。落ち着いてきたな。なんていうんですかね、その言葉で言うと高速側セッティング、低速側セッティングっていう幅まで出てきて、なるほど。これをちょっとマスターしていじるには相当知識が必要だぞぐらいのものが出てきた。なるほど。でもやっぱそれって2005年6年とかそこら辺から、いろんな調節機能が細かく分かれて、でユーザーさんの方で自由にいじれるよっていうスタイルが、多分メーカーの方でも。ちなみに、申し訳ない、イメージがないんで、教えてほしい部分があって、2004年、2005年あたりからの、スーパースポーツ、リッターバイクにアジャストできる機能がついている足回りが搭載されましたよ。で逆に、400cc 以下のものっていうのは逆にまだまだ搭載されてない時代です。そうですね。ただそれでも結構古いバイクになっちゃうと思うんですけど、RVF の400、いわゆるもう当時 400cc のね、各メーカーの決勝ですみたいな、そういうやつにやっぱアジャスト機能はちょっとついてたんですけど、それでもちょっと結構大味なんですよ。なるほど。細かく
なるほど。がなんか伸びと縮みとが結局一緒だったみたいで、分けて調整できない。なるほど。っていうふうにちょっとした変化はできるけれども、細かくっていうのは昔あったんですいや、なんか水の得た逆らうようになってきたね。だから、正直、どういう動画でどういうトークを撮りましょうって実は伝えてないんですよ。マジ、蓋開けてみて。そこかって思ったよ。だから得意分野だから大丈夫だよって常に言って、っていうその抵抗感を感じつつ、多分ストレスを感じつつ、多分。ちょっと、今日ちょっと憂鬱でしたよ。ねえ。だから、得意分野だよって言われたら、これから、そこに、なんていうのかな、そこでこういうふうにやるんだよっていうものの中で、間違いはないから、よかったこれからも。よかった。よかったです。うん、自分の知り得る知識だけでしか話せないですけどね。体感とか。実際、細かく言ったら違うところもあると思うんですけど。2004年とか2005年あたりのアジャストできるその純正のあれ、昭和、はい、の、足回り。メーカーさんが、ちゃんとデータを取って、何度も取って、スーパースポーツに入れ込んだ足回り。あれって、やっぱりどこに行っても、どこのステージでも、オールマイティに使える、ものすごいいい足回りっていうイメージだったんですよね。で、そこに、当時の、生え抜きのというか、金の如意棒ですよね。はい。ありますね。金の如意棒という俗称を持った、オーリンズの足回りを、前後入れましたよ。そうすると、どうなったと思いますか？でも、ベースとしてはやっぱメーカーが出してきたパーツで走るのがベースになってて、でそれを社外品に変えましたってなった時に、多分最初は、あれって思ったと思う。あれぶっちゃけた話、乗りにくいみたいな。結局、アナログのオーリンズ、一昔前のオーリンズって、ステージごとにピン決めしていかないと、例えば、ショートサーキットなのか、ロングサーキットなのか、速度レンジもそうですよね。ストレートどれだけあるのっていうものの中で、調整幅がありすぎて、行動向きではやっぱりなくて、それがブラッシュアップされてた中で、電子制御の足回りになっていったのかなと、素人としては思うわけです。ここ素人大事だから。でも、大事、それわかります。なんで乗り心地悪いと思うかというと、そこに調整する自分のスキルが追いついていかないんですよね。で、今、電子制御サスペンションで、例えばアプリラの RSV4 なんかも、出てるんですけれども、実際その電子制御がじゃあレースで使えるのって言ったら使ってない人が結構多い。従来的なアナログのオーリンズのそのダイヤル式のサスペンションで走られてる方なんかの方も結構いて。カテゴリー的にはあれなんじゃない？電子制御の足回りダメっていうのは。もちろん、レギュレーションでダメになっちゃうところもあるし、走る人によっては従来の方がいい。それってやっぱそういうスキルがもう昔からやって身についてる。多分そっちの方が肌に合うのかな。なるほど。だから、好き嫌いはやっぱあると思うんですけど、僕たち素人からすると、電子制御は強い味方かなと確かに思うんですけど。じゃあ逆にインタビューしてもらっていいですか？はい。SC82 の。はい。SC82 のその電子制御、今まで57でアナログのオーリンズを使ってて、じゃあ今回82で電子制御になりました。じゃあ最初に乗った奈良市が終わってちょっと、ある程度走れるようになって走ってみた感想とか違いは明確でしたか？わかりやすく説明する一言っていうと、電子制御の足回りは安全で円滑で、なおかつ、何の調整もいらずにメーカーが出してきた数値がものすごい正しい数値というか、正論の数値を、
で設定されてるから、まあ、モードが3種類ありますよ。まあ、それによって、まあ、電子制御の中で、足回りもまあ、瞬時に変わっていくんですけど、その3種類も全然、なんていうのかな、まあ、モードに合わせた、まあ、数値設定が変わっていくのに関して、違和感がないというか、作り込みすごいですね。これは本当に思います。よくぞ、なんていうのかな、講座トラックとなってるものを、ああいう風な形で仕上げてきたのかなって。で、もう一個言っちゃうと、電子制御の足回りは、公道でこそやっぱり安全に走れるのか。それはあると思いますね。それはあると思いますね。申し訳ないですけど、ドゥカノリの人が、周りと知り合いにいないので、ドゥカの情報は全くわからないんですけど、多分、ブレンボもそうだし、ホーリンズもそうだから、まあ多分内容はそんなに大きくは変わらないのかなと思うんですけど、電子制御の足回りこそ、これからのスタンダードになるのかなっていう。あれと同じですね。ABS。ABS 使うの、例えばそのアプリでやったらレーシング ABS っていうのがあって、サーキットでもより効果を発揮できるような ABS なんていうふうに、まあ、売り言葉というか、ね、歌い文句があるんですけども、じゃあそれをじゃあ、ね、使って走りますっていうよりかは、何かあった時の転ばぬ先の杖みたいな感じで。あれは本当に技術革新として、本当に素晴らしいものだな。おかげさまで助けられるっていうことは結構出てくると思うんで、それと同じような安全装置の一つみたいなところで正直ありますよね。あるある。それはあると思う。アナログのホーリンズとの違いは、PT 感がない。マイルドですね。確かに。その変なゴツゴツ感も出てこないし、好みとしてアナログのその PT 感が好きですよっていう人もいれば、まあ、インジェクションで、モードで、その電子制御の足回りでっていう、そのタッチがマイルドなのが好きな人もいるっていうことだと思いますが、投票してイメージで言うと、公道だと、当然マイルドの方が安全で防御力高いから。高いです。高いです。あと早く走りたければ任意で設定するっていうこともあるし、まあ、好きにやってもらって構いませんよってことになって、ユーザー設定できるんで、でも、正直、メーカーさんが出してきた数値よりいじる必要性はまあないのかなっていう気はします。それはあります。特に自分が思ったのが、アプリリアのオーナーズマニュアル。電車で買うとついてる。本当に取扱説明書なんです。そこに、フロントのプリロードはメーカーで適正値にしてある。いじんないでくださいって書いてあるんですよ。そうで、結構僕もいじってて、954とかは。で、当然深みにはまるんですけど、そこはもう任せっきりでいいんだみたいな、そういった信頼感というかね、あれはあるっす。あれって結局のところ、プロのとか、なんだろう、サーキット、レーサーですよっていう人の好みっていうのは実質よくわからないけど、例えば行動ベースだと、そのプリロードをいじらないっていうことだけで、足回りの設定出すのものすごい早いじゃないですか。早いです。早いです。本当に。プリロードいじると、闇の中で。まずそこからなんで、一番ベースになるのがプリロード。で、当然バネのなんていうんだろう、その反力が強くなれば、伸び側の減衰も強くしなきゃいけない。なるほど。そう。強く戻っちゃうわけだから、遅くするのはもっと締めなきゃいけないじゃないですか。でも結構パツパツが好きなんですよ、なんて言うと、ねえ。いや、パツパツは申し訳ないけど、パカンって言うけど、危ないです。すごい怖いです。例えば、ボトムするのが早くて、もう帰ってくるのが早ければ、それは確かに立ち上がり早いかもしれないけど、フロントでそれやっちゃうと、どうなのって話にならない。トン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 ってもう
地に足ついてないようなねどんだけショートコース走ってんのって本当に結構でも自分もそうですね。やっぱりこうしなやかさっていうのを今回得て、やっぱ動くサスペンションってすごいな、乗りやすいっていうのがあります。ある。でなんとなくその電子制御の足回りのイメージが動画として伝わってくれてればいいんですけど、ここまでで。で、一応、そうですね、最近ようやっと、高回転域、開けているぐらいの話になってきてるので、申し訳ないんですけど、ここまで遅くなりました。鳴らしもきっちりやりましたしね。時間かけてね。本当になんていうのかな。今まで生きてきた中での鳴らし運転の中で、一番ストレス。でもまあ丁寧にありましたよね、本当に。いや、めちゃめちゃ、基本的には、鳴らし運転、まあ4輪でも2輪でも、鳴らし運転って大好きな方。ライダーの慣れっていうのがありますから、一番大事なんだけど、なんかな、あいつはものすごい気難しいというか。いや、それはあれですよ、パワーモード選択の仕方を知らなかったからですよね。だって鳴らし運転ですよ、一番マイルドモードで行くじゃないですか。その話？なんで一番ピーキーモードでやりだすかな。その話って説明いる？あ、ごめんなさい。説明しとくと、メーカーから納車されてくるときって、要はレースモードで、最強モードで納車される車両が多いじゃないですか。マイルドなものじゃなくて。よりピーキーモード。そのまま鳴らしてるんですよ。それはだから218馬力だっけあれ。なんかそうすごいやつ。それを2000回転とか3000回転で転がしてるんですよ。そのモードで。一番不得意なモード3かな。だから本来はレインモードかなんかにしてゆっくり鳴らしをしてくださいねってなってるにもかかわらず、モードをいじらないから、モード3のまま、フルパワーのまま、2000回転、3000回転って鳴らしてる、行動で。4000、4500、5000。それガソリンも減るし。そら、一番不得意なところなわけですから。で、まあ、鳴らして終わって。ちなみに、ちょっと趣向が変わるんです。はいはい。あれ、オーリンズの電子制御、フロントの、まあ、左右、いくらぐらいなの？いや、値段はちょっと調べたことないですけど。いや、でも、どうすると思います？だって、電子制御ってことは、その、ものと一緒にコンピューターも。ちなみに、T ミックスさんで、電子制御のオーリンズのリペアしてくれるらしいです。もうそのプランがあって、まあ、ここに出せるんだっていうのをこう聞いて、見て、安心したから。よかったですよね、本当。昔だとほら、なんとか可能にさ、出さなきゃいけなくて。ラボなんとか。いや、ラボって言っちゃった。ラボって言っちゃった。いや、だからなんとかテリア。なんとかロッテリア。いいのかな、それ、そのまま使っていい？なんとか。いや、だから、オーリンズ正規代理店があって、その正規代理店で請け負ってた作業を、任意というか民間でやれる形にして、まあ広がっていった。だから、T ニクスさんじゃなくても、日本全国どこでもある。ただ、電子制御のオーリンズを取り扱いが、
リペアで取り扱いを進んでできるとこってまだそんなにないのかな。イメージですよ。調べてないからわかんないけど。まあ当然レースやってるところで、電子制御の足回りを使ってるところがあるならば、全然ノウハウはある。それをこう、一般ユーザーの人のためにやってくれるかっていう。それね。それ。そう。ここなんですよね。で、結局、一般ユーザーで、これぐらいの金額でやりますよっていう算出されている金額って、まあ、言い方悪いけど、結構高いと思うんだよね。高いと思いますよ。でも消耗品ですから、やらないわけにはいかないんで。そう。2万キロできれば。そうだよね。そうなんだよね。やりたいですね。2万キロ。いや、もうそろそろ。そうなんですよ。2万キロに1回っていうのがさ、基本の定義になってる。まあ、推奨でしょうね。あればかりはさ、アナログじゃないからさ、自分のところでちゃちゃいてやっちゃうみたいなことは、もうやりきれないからさ、うまいっすね。コンピューターとかしたら多分、アッセンブリでコンピューターとかそういう話になっちゃうと思う。ただまあ、もの自体はカプラーでつながってるから、コンピューターは完全に別で考えていくんですけど、そのカプラーがつながってるカプラーが生えてるサスペンションって、そのカプラー以降どうなってんのって。いや、カプラー以降、下で多分センサーになってる。なるほど。で、トップブリッジやって。キャップか、外して、結局同じことなのかなと思うんですけど、で現状に戻すときに、要は0点0点をちゃんと出して組まないと。圧入も封入もできないと思う。そう。やっぱね、素人やんない方がいいと思うんですよね。そうと思うな。で、なんだろう。バイクの足回りどうのこうのの今話をしてるんですけど、まあバイクの免許最近取りましたみたいな人っていうのは、こういう風な話題が一切理解できない、こういう状態だと思うので、まあ、なんていうのかな。バイクの足回りをいじるような感覚になったら、まあこんな話をしてる素人がいたかな、みたいな感覚で見てくれればいいのかな。ただ、昭和人とか昭和の人とかは、その足回りがどうしたこうしたみたいな話逆に好きだから。そうですね。皆さん自分好みにね、変えて乗っていくっていうのがまあ普通だった。以上、だいたい電子制御の足回りに関しては、なんとなく大枠で話してみたつもりなんですけど、ちゃんと説明できてますかね。ありがとうですかね。でもまあ実際使ってみて、実際どうだったか、自分が今その電子制御をどのようにいじってるかっていうのは、まだ一言も喋ってないんですけど。どうぞ。いいですか、うまく編集してもらって。いや、もうそんなのなんとかクラブさんに自分はそのアプリリアの電子制御に対して、アプリリアに関してはメインとして3種類やっぱあって、でサーキットのスリップタイヤを履いた時のサスペンション推奨これ、でスリップじゃないけどサーキットだったらこれ。ちょっといいですか。はい。なんか乗ってきたよ。でもう一つがもう街中モードみたいなね。絶対喋り足りないような。主にそんな3つがあるっす。なるほど。で、自分が結局使ってるのは一番やっぱ街中モードだったんですけど、蓋開けてみると結局ほぼ全抜きに近い状態だった。ちなみにアプリリアでいうそのモードの定義って A モードとか B モード、大きく2つ分かれる。一つはアクティブサスペンションって言って、要は速度に合わせて原水力が変わっていくっていう。そうじゃなくて、例えば、モードっていくつあるの？いじれる値ですかね。だいたい3つ。それってレインモード。そうですね、そうですね。いわゆるそう。エンジンパワーじゃん。エンジンパワーの方。エンジンパワーは3つです。ちなみに、だからどういうネーミングなのかな。スポーツ。
ったことないんだな。メーカーによってさ、A モードとかさ、B もね、ありますよね。ありますね。なんか、なんとか、モード1とかモード2とかさ、思い出した。一番、お客さん、お客さんいいですか？スポーツ。左手にマイク持って、マイクを下に落としたら、スポーツ、レース、トラックなんですよ。なるほど。だからそれに対しての、大きく分けたら2つの足回り設定ってこまあでも結構独立してるんです。と？あ、そうなんだ。そう。エンジンパワーモードとサスペンションモードは別に。あ、連結してないの？してないんですよ。へ独立してて、もう好きなようにーできるんですよね。マイクを持ってんのに。好きなようにできるんですよ。いや、だから近づけて。なぜわざわざピンマイクにしてんのに。ここで話して。こう、主要な仕事をする。いや、ほんとすいません。そうなんですよね。だから全然紐づいてないんですよね。実は電子制御、速度によって減衰力が常に変わるモードと、変わらない固定のモードがあるんですよ。っていうこと、変わらない固定のモードにすると、いわゆる従来のそのアナログのサスペンションみたいな形で、ただ調節するときに工具がいりませんってぐらいの感じになる。ユーザー設定？そう。そのマニュアルモードっていうふうにアプリでは言ってるんですけど、アクティブモードっていうのをやっちゃうと、速度が上がれば原性が硬くなって、速度が遅くなれば原性が弱くなってっていうのを常にこう変化させてるんですけど、あれ、アプリでは何秒でよ細かい話はちょっと分かんないですけど、ただ一応僕らが使ってるオーリンズのソフトウェアは 2.0 で一緒なんです。一応まあご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、そのオーリンズの電子制御サスペンションっていうのは、まあ今僕らの代ではその2代目というか、まあいわゆる2期目になってるんですよね。そのスマートなんとか 2.0 っていうソフトウェアの名前がついてて、ちょっと見てみたら一緒なんですよ。で、多分だから制御の仕方も似てて使える内容も一緒だと思うんですけど、でもその従来そのアナログのオーリンズが好きなんですよっていう人もそのマニュアルモードにしてくれれば、工具取り出さないでいじれるってすごくいい。そう。六角とちっちゃいあれをポケットに入れといて降りてこうやってってもう手元のボタンでカチャカチャカチャッ。ラチェットのさ、メガネでさ、ギアラチェだ。それが楽でさ、それがね、何回首都高行ったか。そうでね、変な話、信号待ちで変えられるわけですよ。なるほど。時間があればですよね。そういうのさ、アナログをガチャコン変えてるのが楽しい時期もタイミングもあるけど、このボタンで例えば数字で、いじれる時代になってるわけだから、それはそれで便利だよね。便利です。だからいじりやすいんですよ。だからちょっと変えてみようかなですぐコードに移しやすい。だからそのサスペンションのセッティングっていうものに対してもっと親近感を持てるようになってくる。いじる気になる。そうだから逆にそれでいっぱい変えてみて、バイクがどういう風に動きが変わるかっていうのを、まあ、知っていけば自分のバイクの他の一面も見れるし、あ、こんな曲がり方するんだとか、こうすると曲がらないんだとか、もっと自分のバイクに対しての触れ合い方がこう増えてくるというか、枠がねそういつも通りこいつは調子いいようだけど、ただ今日こういう風にやってみたらこういう風に変わったよみたいな。そんな、そうそれでベストセッティングが探していける、ね。そうなる、それ倍回で。そう、マス。でもね、最後はやっぱセッティングは最後は妥協。ベストセッティングはクローズドのコース走って同じコーナー曲がっていかないと出ないから。毎回違うカーブ、街中とか山道の一つ一つに合わせるわけは絶対いかないから。大味で。そう。例えば公道の下道ベースに合わせるのか、高速ベースに合わせるのか。で、高速ベースに合わせると、下道のツーリングってもうほんと乗りづらいと思う。そう、ほんとそうなんですよね。足回りを設定するっていうことを覚えると、そういうことも生まれてしまうから生じるというか、メーカーさんが純正品としてつけてる、そのスタンダードのアナログの足回りはそんなことはないから、
どこのステージでもある程度、バランスよく走れる。そういった足回りとなっていると。そうだな。じゃああれだな。スポーツプレイで一人で喋っていいよ。で自分はアプリリアの、結局使ってんのが一番足回りが柔らかいモードなんですけど、ちょっとこう走ってって少し速いスピードとかですと後ろが跳ねたりするんで、リアが跳ねたりするんで、ちょっと落ち着きないこう揺れが激しかったりするんで、少しもう一個硬いモードに少し寄せたセッティングに変えて乗ってます。変えてます。主にいじってるのがリアの伸び側です。リアの伸び側を少し硬めにして、少し猫足気味で乗ってますね。で、結局走ってみて、サスペンションがたくさんよく動いてくれた時の方が、例えばワインディングとかでツーリングしてる時には苦がなく曲がっていきやすいので。なんかどっかの動画みたいで。お、やったやったやったね。やっぱ一般行動でツーリング行くって時にあんまりこうせかせか走りたくないというかせかせか走りたくないというか、ストレスなくふわっとなんとなく曲がるっていうのも好きなので、結構柔らかい足にして、結構アクセルを戻したエンジンブレーキでしっかり動いてくれるぐらいの柔らかさにして、ただ後ろだけは腰があるように伸びを少し締めて乗ってるような感じですね。はい。いや、スーパースポーツ扱いですね。きっちりと。そうですね。あれ50、50です。きっちり。めちゃめちゃバランスいいですね。あとはエンジンパワーモードにしてもサスペンションモードにしても、一番サーキット寄りですっていうようなモードは正直ビビってあまり使ってません。ビビって使ってません。そこまでこうタイヤを潰せて走れるかとか、そこまで激しくブレーキングしてコーナー入っていくかっていうのをじゃあ街中でやるかしたらやらないので。そう一般行動走ってる上ではエンジンパワーにしてもサスペンションにしてももうバキバキモードっていうのは、ちょっと疲れちゃうかなって思っちゃうんですよね。ついていけないですね。バイクの性能が良すぎるからそれ扱うのも一苦労ですよね。なんで、無理なく自分で使える範囲のエンジンパワーだったりサスペンションの柔らかさだったりっていうのを探っている、常に探っていると。で、結局それがやっぱ穏やかで柔らかい、エンジンにしてもサスペンションにしても穏やかで柔らかいっていうのが一番ストレスなくて気持ちよく走れる、そういう速度レンジでいつも楽しんでますね。皆さん電子制御の足回りについてなんとなくイメージ持っていただけたかどうかはわからないんですけど、総評をまとめる努力をすると、行動最強で防御力も高く安全に乗るんであれば、電子制御の足回りは20丸ですだと思いますので、はい、おすすめ。で、自分の好みでなんていうのかな、スタンダードのアナログの足回りがいいよっていう人は、こちらを選んでいけばいいのかなと思いますが、どう思いますか？それでいいと思います。これで、電子制御の足回りとしてのテーマは終わりにしたいと思いますが、賛否両論いろいろあるのかもしれないですけど、素人の誰事ですからね。すいません。基本は。すいません。拙い話で申し訳ありませんが。コメント書きたい人はコメント書いていただいて、はい。高評価いただける人は高評価していただいて。ありがとうございます。お願いします。今後ともよろしくお願いします。お待たせいたしまして、大変申し訳ございませんでした。次のトークテーマ。いろいろ考えたんですけど、バイクの
つながりのものがいいよね。そうですね。それしか話せない。まあ、初心者の方もそうですし、まあ、U ターンライダーになられた方も多分、今までの時代では多分たくさんいらっしゃると思うので、バイクと、もう一個。バイクは人間が乗るものなので、まあ、その、ヒューマンスペックを上げていくには、何が必要ですか？やっぱり、基礎体力。僕さ、俺のせいだ。グローは結構好きです。どれから行く？ちょっと待ってくださいよ。俺知ってるんすよ、これ。俺これ知ってるんすよ。これまず、ファイナルっていう、ちょっと待ってくださいよ。よかったです、聞いて。俺が痛い目見たのはこれなんですよ。ああ、そうだよね。これはやばくて、極激辛の辛さ2倍。極激辛ってどうですか？これじゃないですか。もう無理だよ。無理っすよ。地獄辛ニンニク、何これ。一応あれだよ。一応これはドッキリネタだから。マジで？いや別にマジで食べなくてもいいんだよ。びっくりした。別にこれを食うために今日呼んでるわけじゃないから。びっくりした。俺今日帰れないと思った。